うちの車、トヨタコンフォートです。今回はドア内側の徹底掃除です。トランクも見てみます。内側の溝、新車から18年、掃除されていないと思います。トランクの溝掃除から始めます。弾力性のある塩ビブラシを使います。泥汚れを水で洗い流します。洗濯用粉石鹸をお湯で溶かしたプリン状石鹸です。油汚れ、泥汚れを強力に分解して落とします。テールレンズを外してみます。パッキンがボディにくっついています。トランクのウェザーストリップを引っ張って外します。水垢一発で黒ずみ落としです。クリーナーでは取れない黒ずみ汚れはスコッチブライト8448で掃除をします。黒ずみはよく落ちますが、塗装表面を削り落としています。最終仕上げは水垢一発で塗装の保護、ワックスがけです。黒ずみ落とし中めのラビングコンパウンドを使うことにしました。ラビングコンパウンド、使いやすく黒ずみがよく落ちます。注意点は、磨きすぎると上塗り塗料が取れてしまい下地が出てきます。塗装の保護、ワックスがけです。奥まったところや磨きにくい箇所は竹串を使います。ウェザーストリップをしっかりはめ込んでからゴム製パーツ保護剤をスプレーしました。テールレンズ取り付けます。
トランクの溝掃除終わりました。次はドア内側の掃除です。塩ビの洗浄ブラシとプリン状石鹸で第1段階の汚れ落としです。ほとんどの黒ずみ汚れが取れました。プリン状石鹸叩き洗い。ラビングコンパウンドで黒ずみ落とし。水垢一発で仕上げます。クリーナーで落ちない黒ずみはラビングコンパウンドです。水垢一発でワックスがけです。パーツクリーナーでドアチェックアームの掃除をします。ウレアグリーススプレーでグリスアップです。ドアを動かしてグリスをなじませます。余分なはみ出したグリスを拭き取ります。ベタつき汚れはパーツクリーナーで溶かして拭き取ります。ラビングコンパウンドで頑固な黒ずみ一発除去です。Amazon で購入したポリッシャーバフ 80mm28 点セットです。スポンジバフの色違いは硬さの違いです。左側の白色バフが一番反発力の強い硬いスポンジです。左から右に行くにつれてスポンジが柔らかくなります。ウールバフも2つ入っています。六角と丸い軸のアダプター2つずつ、専用パッドが2つ、電気ドリルやインパクトドライバーでバフ研磨ができます。しっかり締めます。マキタの無断変速ドリル使います。中間の硬さ青色バフを試してみます。コンパウンドはごく細め 3M の磨き 1L です。塗装面に絡みにくく拭き取りやすい特殊クリーニング成分を配合しています。ドリル全開最高回転数で磨いています。ピカピカテカテカになります。バフとコンパウンド相性が良さそうです。塗装面にコンパウンドが焼き付くこともありませんでした。拭き取りも楽です。
最終仕上げはドアウェザーストリップをラバープロテクタントでスプレーします。左ドア内側掃除終了です。右リアドアチェックアーム錆びついています。フロントドアのサッシ部分手垢水垢黒ずみです。ドリルバフと磨き 1L 試してみます。黒ずみが落ちてツヤツヤになります。コンパウンドつけすぎました。すぐ拭き取ります。左ドアと同じ手順で掃除をしました。ドアチェックアームの錆落としです。グリスアップです。きしみ音引っかかり治りました。最終仕上げラバープロテクタントです。今回は青色バフ2つ使いました。再使用できそうです。ドア内側掃除終わりました。完成です。